神奈川県からです。立教大学1年宮本まりかさんのスピーチです。私はボランティアをしていますが、そのことをあまり友達には言いたくありません。それは以前友達にボランティアをするんだと言ったとき、すごいねと言われたからです。その時私は友達と私の間に一本の線が引かれたように感じました。普段友達とバカ騒ぎしている自分とボランティアをしている自分が別物のように扱われた気がしました。本当はボランティアのことをみんなに話したい。でも怖いんです。もしボランティアの話をしてみんなが私から離れていってしまったら、一人にはなりたくないんです。私は一人っ子です。そのため幼い頃の遊び相手は母でした。平日は一緒に本を読んだりご飯を作ったり、休みの時は二人でよくお出かけに行っていました。しかし小学5年生になった時、母はうつ病にかかりました。そこから私の生活は大きく変わりました。私が昼寝をしていてふと目を覚ますと、お酒を大量に飲んで泥酔している母の姿がありました。当時の私でも母が何をしようとしていたのか想像がつきました。母がうつ病になってから半年、母は自殺しました。私はすごく寂しくて、でもこの辛さを誰に伝えればいいかわからなくて、母を失ったこの悲しみは今でもずっと残り続けています。母を失ってからちょうど4年半、東日本大震災が起きました。ボランティアや支援という言葉は当時中学を卒業したての私の耳にも届いていました。しかし3年以上経った今、私の日常では震災という言葉さえあまり聞かなくなりました。ボランティアも減ってきたように感じます。ボランティアがいなくなる、東日本大震災を通じてできたつながりが途切れてしまう。震災で悲しい思いをした方がまた寂しい気持ちになってしまう。それだけは絶対に嫌です。被災された方々を悲しませないために私たちができること、それはこれからもずっと被災地を気にかけること、そして被災地を、東北を盛り上げていくこと。関東にいる私ができることは何だろう。そう考えて一つの答えを出しました。学生団体を立ち上げ、私が何度も訪れている岩手で旅行ツアーを作ろう。なんで旅行ツアーなのか。それは私が岩手に対するイメージが大きく変わったからです。私は今年の5月に陸前高田を訪れました。その時岩手を被災地としてしか見ていませんでした。しかし9月に盛岡に行って、それは間違っていると気づきました。電線の少ない大きな空、電車で少し移動すると緑が広がる静かな町、おじゃもちや磯ラーメン、南部せんべいといったおいしい食べ物。私が自ら岩手を訪れるようになったのは東日本大震災を通してですが、私の町にはない景色や食べ物に新鮮さを感じました。
私がこの震災を通じて知ったのは、岩手の被災状況だけじゃないんです。自然や食といった岩手の本来持つ魅力を知ることができたんです。私が作るツアーの特徴は2つあります。1つは観光と支援をつなげること。ボランティアという形ではなく、ツアーなら気軽に訪れることができる。岩手の観光地をアピールできる。被災地も回ることで震災のことを忘れないでいれる。岩手の方の持つ寂しい思いを少しでも減らせるかもしれない。2つ目は岩手の学生にガイドをしてもらうことです。地元を案内することで岩手の良さに改めて気づいてほしい。また震災を風化させないという同じ思いを持つ仲間を、居場所を作ってほしい。私が東日本大震災で得たものは人とのつながりです。陸前高田を訪れた際には地元の方と交流する機会がありました。初対面でお会いしたにもかかわらず、私が帰る時には外に出て最後まで私を見送ってくださりました。見守られている、そう感じた時、胸が熱くなりました。関東に住む私以外の人にも人のあったかさや距離の近さを感じてほしい。つながることができたのは被災された方々だけではありません。ボランティアの仲間や学生団体のメンバー、それを応援してくださる方たち、そして今このスピーチを聞いてくださる方々、震災を通して出会った方々はとてもあったかくて優しくて、私はここにいて幸せです。最後に私が伝えたいこと、人は誰もが何かしらの悲しみを持って生きています。それと同時に人の悲しみに寄り添う力を持っています。3年と7ヶ月28日前の今日、悲しい出来事がありました。あなたは東日本大震災を他人事のように思ってはいませんか？あなたの持つ悲しみに寄り添う力で震災の悲しみを思いやりある温かい未来につなげていきませんか？ご清聴ありがとうございました。